どうもこんにちは。初めて家族に作ったお菓子ティラミス、ひらです。ということで今日作っていくのはティラミスケーキです。ティラミスって人気なスイーツなので、いろんな種類アレンジの仕方もありますよね。特にティラミスケーキ、ほとんどは形を保つためゼラチンを使うんです。ゼラチンを入れると形は保てますが、どうしても口どけが悪くなってしまうのが難点。そこで今回ゼラチンを使わずに作るティラミスケーキを考案しました。ゼラチンの臭みもなく、食べた瞬間溶けちゃう、柔らかすぎてお店では絶対に販売できない夢のとろけるティラミス、ぜひ最後までご覧ください。型はこちらの底の取れるタイプを使用していますが、取れないタイプでも作れます。型から外しやすいようクッキングシートを敷いておきます。今回底の部分は時短になるよう市販のビスケットオレオノワールを使っていきます。両方食べ比べをしてみたんですが、個人的な感想を言うと、オレオの食感はサクふわっとしてクリームの風味がよく、ノワールより甘い印象を受けました。ノワールはオレオより食感はザクザクしてココアの風味が強く、オレオよりビターな印象を受けました。今回は甘い生地と相性の良さそうなノワールを選択しました。そんな大きな違いはないので、ここはお好みで大丈夫です。これを底に使っていきます。クッキーは袋に入れて細かくします。コロコロとさらに細かくしましょう。細かくなったらボウルに移します。ここに牛乳を入れて全体的になじませていきます。少しベタつくのでラップを手に巻いて敷くと楽ですよ。全体的に敷けたら一度冷蔵庫で冷やし固めます。その間に生地を作っていきます。卵黄にグラニュー糖を入れて白っぽくなるまで立てます。よく立てることにより卵の臭みが消えて口どけも良くなり、クリーミーさが増すんですよ。これ以上白くならないってくらいしっかり立てましょう。もうちょいですね。はい、こんなもんで OK でしょう。そこにマスカルポーネを加えます。ティラミスといえばマスカルポーネチーズですよね。牛乳に熱3を加えて固め、水分を抜いたもの。クリームチーズはチーズ特有の風味塩味があるのに対して、マスカルポーネチーズはコクがありほんのり甘いミルキーな味わいです。これがいい意味でチーズっぽくないミルキーなお菓子に大変身しちゃいます。クリームチーズに比べて柔らかいのも特徴です。これがとろける食感につながります。もうパクって食べたらスッて消えちゃいます。続いて生クリームを入れて生地を立てていきます。生クリームを立てるときは氷水に当てながら立てましょう。生クリームは乳脂肪分 47% を使います。これがポイントです。生クリームは乳脂肪分が高ければ高いほどより濃厚になり、クリーミーさが増し、固形性が上がります。今回はゼラチンを使わずに作っていくので、この固形性が必要になってきます。なので乳脂肪分の高い生クリームを使いましょう。はい、結構硬くなってきましたね。もう少し、もう気持ち混ぜます。はい、ホイッパーの線がしっかり残るくらいになったら、一度ホイッパーを上げてみてください。そしたら角がしっかり立つくらいまで立てましょう。気持ちボソボソになるぐらいまでがっつり立てちゃって大丈夫です。もうバサバサまでいっちゃいましょう。底が十分にかけてないので、最後手動で立てていきます。
ここからは力仕事ですね。ホイッパーで持ってがっつり持てれば大丈夫です。では生地を流していきます。ゴムベラで平らになるまでのします。より綺麗に仕上げたい方はカードがおすすめ。生地は冷やし固めるために一度冷凍庫を入れて完全に冷凍させます。型から外しやすくするためとティラミスケーキっていうからにはカットをしたいですよね。なのでカットしやすいように冷やし固めます。冷蔵庫だと柔らかすぎて取れません。そのままタッパー、お皿などで食べる方は冷蔵庫で大丈夫ですよ。